こんにちは。日本語クラスです。お元気ですか？私は元気ですよ。今日のお話は敬語についてです。はい。んあ、この写真はいはい。この写真はどこですか？おー、そうですね。どこだと思いますか？そう、日本ですよ。そうそう。ニューヨーク、アメリカ、いえいえ、違う違う、日本。はい。よく見ると知ってる人多いと思います。東京の渋谷、新宿、原宿、秋葉原はどこ？はい、そうです。渋谷ですね。そうそう、渋谷。ここに交差点がありますね。人がいっぱい歩いてる。この白いラインのとこね、交差点と言います。ここ交差点がいっぱいあるので、スクランブル交差点と呼ばれています。スクランブル交差点。はい。外国の人のガイドの旅行の本にもよく書いてあるらしいですね。うん。私の外国の友達が日本に遊びに来てくれた時に、ここに行きたいと言って一緒に行きましたね。そうそう。あそこ行くのって言って、私は嫌いなんですね。実はそう、人がいっぱいいるから、そう、って言ったけど、行きたいって言って、で、行きました。で、なんでここに行きたいと思ったのと聞いたら、ここってこんなに人がいっぱいいるのに事故が起きないんでしょと言ってました。確かに今は人がいっぱい歩いてるけど、信号があるんですね。ここにも写真にも信号がありますよね。信号が赤になったらもう本当に車がたくさん通ります、ここ。はい。で、人はちゃんと待ちます。はい。だから全然ここで事故は起きません。そうなんですよね。日本人にとってはの私日本人にとっては普通のことなんだけど、すごいって、事故起きないんだ、こんなに人がいるのにってびっくりだよ、すごいよって話してましたね、友達は。ねえ、はあって。で、まあ友達とはね、その友達とはこっちの写真の左側のもうちょっと行った先のお店で餃子を食べました。はい。餃子。有名な餃子の店ですか？ね、誰か思ったかもしれないですが、全然有名じゃない。そう、友達がなんか食べたいって言うから、じゃあ餃子食べようって言って、はい、食べました。はい。ねえ、懐かしいです。はい。ということで、日本に来たことない人とかこれから来る人とかは一回は行ってみた方がいいかもしれない、この渋谷。はい。面白いと思います。はい。うん。私は渋谷より東京駅の周りの方がもう少し静かなので、私はあっちの方が好きなんですけど、外国の人はね、渋谷、原宿、新宿行ってみたいって言いますよね。あとゲームとかアニメが好きな人は秋葉原、ね。そうでも秋葉原は確かに面白いと思う。私よく知らないけど、秋葉原ってこう文化がありますよね、あそこはね。いいと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、今日は全然関係ない話から始まりましたが、今日は敬語です。敬語。はい。ここに写っている日本人の人たちも敬語って難しいと思ってると思います。敬語の使い方間違えてる日本人多いです。はい。本当に本当にそうですよ。だけど今日はこのポッドキャストではこの敬語は正しい敬語はこれですとか、そういうことを教えるんじゃなくて、なんでこの時に日本人は敬語を使うんだろうな、変だなというのがあるので、それをみんなに紹介します。はい。だから文法の
ための文法を勉強するとかそういうことじゃなくて、そうだからちょっと文化の勉強に近いかも。はい。文化勉強っていうか、ちょっと遊びと思って聞いてください。はい。昨日ですね、この、別のポッドキャストで敬語の話を紹介しました。それは結婚した2人がいつもは敬語を使わないのに喧嘩の時は敬語を使う時があるという話をしました。はい。なんで使うのと。はい。それ私考えて、みんなに説明しました。はい。ぜひよかったら聞いてみてください。このサムネイルです。はい。夫婦の喧嘩、敬語を使いますというのです。はい。どうぞ。特に敬語のシステムについてはこの前のポッドキャストの最初の方で説明していて、で、最後の方で喧嘩のドラマみたいな、はい、私が話していますから、喧嘩のドラマを聞きたい人は、後半の後の方の方を聞いてみてください。はい。じゃあ、まずもう一回簡単に言うと敬語は何かということをもう一回簡単に言います。はい。敬語は相手の人を尊敬している、リスペクトしているから敬語を使うじゃないです。はい、違います。そういう文化もあったかもしれないけど、今の日本人たちはその理由で使ってないはずです。はい。そうではなくて、どうして敬語を使うか、どうして敬語を使うんですか。それは相手の人と自分との距離がある場合、パーソナルディスタンスです。それもパーソナルというかリレーションシップです。関係、人間関係、リレーションシップの関係が近い場合は、例えば家族です。それは自分と近い人、あとは家族とか自分の恋人、彼氏、彼女です。関係が近いです。何でもいろんなことが話せる、そういう家族みたいな人は関係が近いと考えてください。その人には敬語は使いません。でも会社で働いていて、自分の上司とか上の人ですね、会社の上の人は自分と関係が遠いです。はい。上司は家族じゃないです。はい、遠いから、その時は私とあなたは関係が遠いですねというのをはっきり分かるように、そして私はそれを分かってますよというのを相手に見せるために敬語で話します。はいね、まずそこ大事です。で、もっと例についてもその前のこっちの夫婦の喧嘩のポッドキャスト最初の方で説明してますから、そっちちょっと見てみてください、まだの人。はい。じゃあ今日は違うテーマのを紹介します。なんで日本人ここで敬語を使うんですかというのね。前のポッドキャストではその夫婦の喧嘩の時に敬語使う？どうして使う？という話をした。はい。そしてもう一つは年上の部下、年齢が上の部下に敬語を使うのか使わないのかについて話しました。はい。そして今日はこっちです。3番と4番を話します。はい。それは3番は痴漢です。痴漢は電車の中で、これあるかな、これですね。写真があります。はい。電車の中、特に、人がたくさん乗っている電車の中で、特に多いのは女の人の体を触る、ボディタッチ、はい、触ったり、髪の毛の匂いを嗅ぐいい匂いみたいな、はい、とか、写真を撮る、はい、女の人のスカートの中の写真を撮るとか、はい、それも痴漢です。はい、ダメです。やってはいけないです。そういうの、
そういう人がいた時に、例えばみんながこの、ね、痴漢にあったこっちの女の人だった時に、その痴漢に対してやめてくださいというか、やめろというか、敬語使うか使わないかです。はい、それについて話したいです。はい、そしてもう一つは、4つ目、お客様、皆さんがじゃあちょっとイメージしてください。自分がじゃあ洋服のお店で働いています。でお客さんがいます。でお客さんには敬語使いますよね。そのお客さんには大人だから、皆さんも大人、相手のお客様も大人、はい、だからお互い2人は、大人で、そして相手はお客様で、考え方はお客様上の人と考えてください。上の人で、店の人は下の人だから、2人は遠い関係です。距離がある、だから距離があるということは、お客様に対して敬語を使います、店の人は。だけどそのお客様の子供がいた、まだ小さい、例えば6歳の子供、日本語わかります。はい、日本語上手です。もう6歳だったら、はい、ペラペラです。もちろん、はい。その子供と話すとき、皆さんが話すとき、皆さんは店の人、子供は6歳、どうしますか？敬語を使う？敬語を使わないで話す？どう思いますか？はい、これ、はい、について、お話しします。これ4番のこの子供に対してというのは、これ特に私の経験について、はい、話そうと思います。じゃあ行きましょうか。どっちもね、痴漢に敬語使う使わない、どっちもお客さんの子供に敬語を使うか使わないかは、これもやっぱりインターネットで調べられないと思います。私も探したけどないよそんなことを書いてる人はいないそうだから、よかったらこれを聞いて、ちょっとってそうかってちょっと思ってください。はい、行きましょう。じゃあ、まず最初に3番の痴漢に敬語を使うかいきますね。痴漢だからこれですね。写真を見せますが、もうほとんど写真は今日ないので、ポッドキャストです、ラジオです。大丈夫。はい、皆さんもう耳だけ大丈夫、もう目を閉じても大丈夫です。私の日本語をよく聞いてください。はい、痴漢、痴漢がいた、自分が痴漢に触られた、はい、例えば、そういえば私は実際に本当に痴漢に、会ったことがあります。はい、それは前のポッドキャストがあるので、よかったら後で聞いてみてください。ちょっと今だけ皆さん目を開けて、この写真を見てください。そうこれ、はい、痴漢に遭いましたというのね。はい、いますね、本当にね。今もいますよ。たくさんじゃないけど、はい。で私電車で痴漢に遭っても嫌な経験をしました。であともう一つは私が痴漢になりましたという、はい、私変態ですか？変態というのは気持ちが悪い人です。はい、その話もしたことがあります。そっちはライブYouTube ライブでやったので、皆さんもし聞く人は、ライブのカテゴリーで見てください。はい、じゃあどうでしょう。痴漢に敬語を使うかですねまずちょっと写真これね、皆さん見なくてもいいですよ。どっちでも大丈夫。誰かが私のお尻を触ってる。ヒップです。ヒップを触ってる。はい。あるみたいです。はい、痴漢で。私はお尻触られなかったけど、はい、そういうのあるって聞きます。で、触ってると、うわ、これは絶対痴漢だで分かった。自分で。で、その時に、その触ってる
まあ男の人、触ってるのが男の人、大体男の人で触るのは、はい、触った男の人のことを女の人がちょっとあなた何やってるんですかということできますよね。やめてくださいです。ストップです。はい。その時、やめてくださいとやめてください敬語を使う。 OK です。はい。使って大丈夫。自然です。はい。大丈夫です。しかし使わないというのも OK です。えやめてとか、あんた何やってんのとか OK です。ちょっと先にもう一回言いますね。敬語は相手の人と自分と距離がある場合、関係に距離がある場合、だから知らない人です。相手が知らない人だったら、知らないんですから遠い人ですね。関係が遠い、人間関係が遠い、だから知らないんだから、一番最初に話す時は知りません、あなたのこと知りませんという意味で敬語を使います。はい。だけどだけどとだからこの痴漢をするこの男の人のこの人のことはもちろん知らない人です。はい、毎朝私の体を触るよねあなた、おはようございます思ってない、思ってない、違う違う、知らない人だから、遠い関係です。遠い相手だから、その人には敬語を使うというのはもちろん OK というか正しいです。この敬語のシステムから考えて丸です。はい、 OK だから敬語を使うのは変じゃないですね。でも言い方は怒ってます。ややめてください、優しい言い方じゃなくてやめてください、ちょっと早い言葉で強い言い方で言う。そしたらもう私は嫌だ、気持ちが悪いというのが相手に分かる。だから敬語使ってるけど意味は全然丁寧じゃないですね。でも OK です。はい。そしてもう一つ OK なのは敬語を使わない時です。それも OK。 やめて、やめろ、はい、 OK。 これは本当だったら相手の男の人と自分は知らない人だから距離がある、だから敬語を使うはずです。使うのが普通です。だけどこの状況、このシチュエーションは、これはもう女の人はとっても嫌な気持ち、怒ってます、気持ち悪い、本当にやめてくださいと思ってますから、その時はもう敬語を反対に使わない。そうすると、本当は使うのがルールだけど使わないということは、ルールを守らない、敬語を使うルールを守らないということは、それはそのルール守らないぐらい、そのぐらい女の人は怒ってるという意味です。そう、大丈夫ですか皆さん私の説明分かりにくい？本当は使うのがルールは正しいですよね、社会の中では。だけどこの時使わないというのはルールを守らないで自分が言いたいことを言う。やめろと言いたい、ストップと言いたいということは、ルールを守れないくらいこの人は怒ってるんだというのが相手に伝わります。はい、だから使わない。はい、それも OK。 敬語を使わないのも OK。 はい。だからそうですね、答えはどちらも OK。 はい。でただ実際はもし皆さんが日本で痴漢に遭ってしまった場合は、よく聞くのは怖くて何も言えないというのが多い。はい。なんかどうしよう、
なんかねいろいろ考えるらしい。でもそれについては前のその痴漢のビデオで話したから、そっちで聞いてください。本当にこの人が触ってるのか、違う人かもしれないとか、私の間違いかもしれないとか、電車は混んでるしとかいろいろ考える。それはいいとして、でもちょっとじゃあここで一回やってみますね。これ日本の場合、もしやめてくださいと電車の中でもし女の人が言うと、周りにいた人が結構助けてくれます。痴漢がいるんですかとか言って助けてくれるので、ちょっとそれを私は、ポッドキャストドラマをやってみようと思います。ちょっと聞いてみてください皆さん。私は今水を飲みましたよ。準備をしています。日本の電車の中で人がいっぱい、それをイメージしてください。人がいっぱいで、女の人の後ろにじゃあこっちの写真だとこっち右ね、男の人がこうお尻を触っている。で周りに人がいる時、に女の人が言います。もうやめてくださいと言いますから、そしたらどうなるか、何が起こるか、ちょっと聞いてください。いきます。じゃあいきますよ。じゃあポッドキャストドラマいきます。3、2、1、アクション。ガタン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 、電車がいっぱいですね。ガタン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 。ちょっとやめてください。やめてください。どうしたんですか？何ですか？ここに痴漢がいます。誰か助けてください。やめてください。痴漢だ。ちょっと皆さんちょっと痴漢がいるらしいです。この男の人です。私この人の手を持っています今。僕はおいお前分かってんのかよ。お前触ったのか。おいこの人です。いや僕は何もしていないですよ。僕は今電車に乗っているだけです。おいお前どういうつもりだよ。おい痴漢って。お前ちょっと次の駅着いたらちょっと一緒に警察行くぞ。いいな。絶対逃げるなよ。いいな。みんなでこの男を抑えてください。いいですか皆さん。ちょっとやめてください。私はこれから会社に行くんです。私は何もしていません。おいふざけんなよお前。おいもうこの人なんです。実は今日初めてじゃない。もう1週間も昨日も私触られた。お前ふざけんなよ。毎朝触ってんのかよ。おい私はいつそんなことはしていません。そう私じゃないと思います。ひどい本当にもうカット。皆さんお疲れ様でした何がお疲れ様でしたって聞くのが難しいですよね。痴漢がいたと。でもこれちょっと注意してほしいのが、誰が敬語で話してたで誰が敬語で話してなかったかというのが結構面白いと思います。ここに痴漢がいます。やめてくださいと女の人は言いました。敬語使ってる。やめてください。でも強い言い方で言いましたよね。だから全然丁寧な意味じゃないですね。で、そしたら周りにいた男の人が痴漢がいるんですか？って言って、まだここ敬語いるんですかね。多分この女の人に対して話してる。でも今度お前痴漢なのか、お前触ってるのか、お前痴漢かって敬語を使ってないです。それもお前って言いました。確か私お前って言いましたよね。お前というのはあなたの意味です。あなたの汚い言い方です。だからもちろん敬語じゃないです。アニメが好きな人は知ってますよね。お前あなたの意味、汚い意味だし、例えばもっと汚いと貴様
とかもね、汚い意味ですよね。実際貴様は日本人は生活では全然使いません。はい、アニメだけ。お前はでも言います。はい。で、痴漢に対して男の人が別の男の人、助けてくれた男の人が「お前痴漢したのか?」と聞いた。これは敬語使ってないですね。でもこの2人の男の人は初めましてです。知らない人です。そうだけど敬語を使わなかったです。はい、これはもう分かりますね。そう知らない人だけど、知らない人だから本当は距離がある。だけどリレーションシップは遠い。だから敬語を使うのが本当のルール。だけどこのシチュエーションです。この状況の時はもうそのルールは守らなくていいです。はい、もう、汚い言葉を使って相手が本当に痴漢をしたのかを聞くことはもうして大丈夫。大丈夫というか、もうその敬語を使わなければいけないですね。相手と距離がありますからという今まであったルール、敬語のルールはその時は考えない。そう無視する。無視して敬語は使わないでいいんです。そうすると敬語使わないってことは、それはとても怒ってますよ、怒ってるよというサインになります。はい。でも痴漢をしたこの男の人は敬語で話していました？話してない？私は敬語で話しました。いえ、私は何もしていませんと言っていた。何もしていません。敬語ですね。はい、ここがですね、面白いでしょ。なんだってね、これはひどいですよ。この男の人はひどい。この時に、いや、私は何も関係がない。この痴漢という話に私は何も関係がないです。と嘘をついている。はい。ここで敬語を使うことで、あなたたちこの女の人もそのもう一人の男の人、その助けてくれた男の人とも距離があります。あなたたちとは遠い関係です。私は関係がない人。今日偶然電車に一緒に乗っているだけであなたのことは知りません。遠い関係です。というのを敬語を使うとそれを表現できる。はい。だからそこで敬語を使う。私は知りません。はい。ね。でここでもしそうすると本当に上手に嘘がつけるんですよ。私知らないですって遠いから。そうするとそうかな、そうか、この人は違うかもしれない、この人じゃないかもしれないと相手に思わせることができる。はい、だからこっちの男の痴漢をした男の人は敬語で話して、助けてくれた男の人は敬語を使わないで話した、ということです。そうね、不思議ですよね。不思議じゃないか、今システムを説明した通りです。そうこういうことです。はい、ですのでもしね、みんなが痴漢に遭ってしまったら、女の人だったらどっちでもいいし、敬語を使っても使わなくてもいいし、あと皆さんがもし助けてあげる時、痴漢がいるでみんなが助けたいな、かわいそうだと思った時は、敬語を使ってもいいし使わなくてもいいです。皆さんはどっちでもいいです。今私は敬語を使わないで今ドラマをしました。おいお前何やってんだよ、ね、何やってるんですかの意味です。これドラマしたけど、これは日本人でもいろんな人がいます。こういう時でも敬語を絶対に使う。敬語を使ったままでも怖い声、怖い声、何やってるんですかとかね、そう言い方ですよね。そこを自分で変えればいいだけだから、敬語のままで
誰かを助けてあげてもいいです。皆さんはどっちでも大丈夫。はい、全然変じゃないです。はい、助けてくれたら嬉しいです、女の人は。うんね、お願いします本当に。はいでした。なので、こういう風になります。はい。で痴漢ね、もし、もうちょっと知りたいなって人は痴漢の YouTube ポッドキャストですか、見て聞いてください。はい。だから痴漢は答えは敬語使ってもいいし使わなくてもいいです。痴漢に対してね、はい、が答えでした。じゃあ次行きましょう。お客様です。はい。子供がお客様です。子供がお客様の場合もそうだし、その親がいるお父さんお母さんが買い物に来ていて、その子供と話す時敬語使うか使わないかです。はい。時間、はいですね。でもこれは子供だけ買い物に来ている場合も同じです。はい、同じ話です。はい、ありますよね。それも子供って例えばもう10歳とか、でもどうですか、みんなだったらどう、高校生のお客さんだったら敬語で話しますか？どうしますみんなだったら。みんなが日本で働いていたら、もしでもいいし、国で敬語使うんだったら自分の国はどうですか？お客さんが高校生16歳とか、ギリギリですよね。ちょっと難しくないですか？いや、これは子供なのか、いや大人なのか、ね、または中学生13歳とか、どうでしょう。考えました今、自分でどっちかな。丁寧に敬語がない国だったら丁寧に話すか、友達みたいに話すか、どっちかです。どっち？はい、どうですか？ちょっと考えました今、イメージしました。それはみんなの国ではそれでいいと思います。はい。そして私はそのみんなの国は敬語使うのか使わないのか、それか丁寧に話すか友達のように話すかは私は本当に知らないので、ぜひこれ全部聞いた後、私の国ではこうやって話しますよって教えてほしいです。はい。多分本当に国によって違うと思うから。はい。じゃあ行きましょう。日本の場合、はい、答え先に言いますね。相手がお客様ですが子供だった場合は、これ敬語使うか使わないかはどっちでもいいです。はい。どっちも丸。はい。ってねそうなのそうでも確かに細かく言うと、高校3年生ぐらいだったらもう結構大きいから敬語の方がいいと思います。はい。もう相手の人をもう大人と思って、うん、あの相手を大人で、もう社会的に見てももう大人、子供じゃないと考えて、皆さんだったら、そして私もそのお客さんには敬語で話しますね。だけどその下です。もっと若い、もっと子供の場合ですね、これがね結構起きるんですよ。あるんですよ。じゃあその例を言いますね。例が大きく2つあります。はい。ですね、私の経験ですこれ。じゃあ自分が、じゃあ私が6歳ぐらいの時でした。あれは6歳ってまだ小学校1年生ぐらいですよね。小学校1年生の女の子、私で、お母さんと一緒に、服を買いに行きました。はい。これ本当の話です。はい。これね、私ね結構ね覚えててそうイメージがすごく強い。で、ちょっと皆さんもイメージしてください。6年生の女の子がお母さんと一緒に洋服を買いに行きました。そしたらもちろん店の人がいます。で店の人女の人です。はい。で30歳ぐらいかな、その時お店の人で、私6歳。はい。で、私の服を買いに行きました。はい。で
スカートを見ているね。気に入ったのがありました。どっちがいいかな、そしたら店の人が来て、私に話しかける。そのスカートかわいいよね。ピンクと黄色があるよ。どっちが好き？あ、お母様いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。今お嬢様が見ているこのスカート、ピンクと黄色があるんですよ。どちらもとてもお似合いになると思います。どっちがいい？ピンクがいいかな？黄色がいいかな？まずここまで OK ですか皆さん？急に、ドラマが始まってしまいました。ごめんなさいね。今店の人は私のお母さんには敬語で話してました。お母様って言ってましたよね。いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。ございます。ねえ。でも私にはピンクがいい？黄色か。ピンクがいい？黄色がいい？どっちがいい？敬語使わないですね。でこれは別に OK ですよ。間違えてないですよ。だけど私はすごく気分が悪かった。どういうことって。みんな今頭にイメージあるね。私がこう大人たちを見ている、ね、2人の店の人と母のお母さんの会話を聞いている、スカートを持ちながら、ねえーこれ敬語はあれですよね。店の人とお客様は、お客様の方が上の関係ですね。だからうちのお母さんは店の人より上の人だから、店の人は敬語で話す。あとそれで距離があります、遠いですというのがそれで分かるから敬語使う。いいですよ。そうです。でも私6歳の女の子、私はお客様ですか？それともただの子供ですか？どっちと思いません？私はその時敬語を使ってくれなかった。店の人が、ピンクがいいですか、黄色がいいですかじゃない。ピンクがいい？黄色がいい？すごく私と店の人は近い関係のように聞こえる。で私は思った。その時思いました。どうしてこの人私に敬語を使ってくれないんだろう。私はお客様なのにどうして？いや確かにお金を払うのは私じゃない。お金払うのはお母さん。だけど私がピンクが欲しいと言えば買うし、いやどっちも買わないと言ったらあなた困るでしょって、買ってほしいでしょって思いました。だから私の意見はとても重い。ピンクがいいかな、黄色がいいかな、お母さん黄色が欲しいと言ったらお店の人嬉しいですよね。よし買ってくれた、やった。だけど私がお母さんどっちも欲しくない、やっぱりいらない、別の店に行こうと言ったらもうね、買わないですよ。お母さんお金払わないですよ。いいんですかそれでお店の人。私はお客さんじゃありませんかお店の人。思いました。そう思いました。可愛くないけどね私。何その考え方ってね。いやでもね、だって私の意見大きいでしょ、重いでしょ。私の意見もう全部私の意見で決まるでしょ。
私がね、私の意見によっては私たちはお客様になるかお客様にならないか決まる。だから私のこともお客様だと思って敬語で話してくださいと私は本当に思った。はい、そういう意味です。そうだからそれで私はすごく気分が悪かった。はい、だから反対にね、私はそういう時はお店の人にピンクがいい、なんだっけ、黄色か、黄色がいいと言われると、反対に私はピンクがいいと思いますと思います、ピンクがいいと思うじゃなくてピンクがいいと思います、その時敬語で返事をする。はい、私とあなたは距離が遠いですよ、私はお客様ですよというのをはっきり見せるために敬語で答えるというふうにしていました。はい、可愛くないですよね。本当にそう思いますけど可愛くない。これは本当全然それでいい、敬語で話さなくていい、だって私子供だから、ピンクが欲しい、私お母さんピンク買ってっていう子多いです。そういう人多いよ。はい、だけど私は嫌でした。はい、嫌だった。特にね、うちの母お母さんが敬語とか話し方にとても厳しい人なので、丁寧に話さないといけません。うん、小さい時から言われてきてるから、すごくそういうものにこうって分かる。この人敬語じゃないとか、この人敬語だとか、すごくこうすぐ反応する。そう敏感、すぐ分かる。そういう子供だったので、そう思いましたね。だから皆さんだったらどっちでもいいけど、一番問題が起きないのは敬語を使ってあげることです。子供だけど敬語を使ってあげる。はい、子供はですね、ちゃんと言葉分かってますから大丈夫ですよ。敬語で話できます。はい、でもう一つ例があります。ごめんなさい、長いですよね。もう一個でもね超重要です。面白いと思う。面白いって自分で言いたくないけど、こっちはですね、もうちょっと大人になった時、私がそうとは言っても、私がね16歳ぐらい、高校1年生の時ですね、大体高校1年生の時に、その時も、お母さんと一緒に買い物に行きました。そして、そこは母が買う、私は買わない、ただ一緒に行っただけという時、で、そこにお店の人がいますよね。でそこのお店の人が男の人だった。そして、その人がだいたい25歳くらいの若い男の人ですね。で私は16歳、でお店のその人、その25歳ぐらいのお店の人と店員ですね、店の人と、うちの母が話してる。でそしたら私もそこにいるから、その店の人が私に声をかけました。そうあいつもねお母さんと来て来てくれてますよね、ありがとうね、もう今何歳になったのと聞いてきた。はい、何歳になったの。あ16です。そう、16じゃ高校1年生かな。そうです、高校です。はい、いいね、高校って楽しいよね。俺も高校に戻れたらいいな。はい、楽しいです高校。はい、俺はさ高校の時毎日毎日サッカーばっかりやってたのね。もう3年間ずっとサッカーやってたから、全然勉強しないで、だから大学入るのにすぐ入れなくて、1年間浪人したよ。だからね、勉強もねちゃんとやった方がいいよ。はい、そうですよねという話をしました。はい、でこの時ですね、この時にこの店の人は敬語を使ってなかったですよね。
最初ちょっと敬語使ってたけど、その後どんどん敬語使わないで、隣のお兄さんみたいな、知っているお兄さんみたいな話し方になりましたよね。そうこれですね。私はどう思うか。はい、どう思うと思いますか？知らないよ。これ私考えたんですよ。これね、話した男の人が私が好きなタイプ、私のタイプの、例えばかっこいいお兄さんだったら、私はこれは嬉しい。そうです。ってこの人今日初めて会ったのに私に敬語を使わないで話している。嬉しいな。私と近い関係になりたいと思ってる。いや、そうじゃないかもしれないけど、私と近いよ、君と僕は近い関係だよっていう意味かもしれない。嬉しいと思う。ですね。嬉しいと思います、本当に。だっていいですよね。高校の時はサッカーやっててとか、そんなね、自分の経験を話してくれて嬉しいです。でもでもがある。でもは何？この時にもし同じように話した、敬語を使わないで今の話してくれた相手が私が全然好きじゃないタイプだったら、いやちょっと、いやあの人全然タイプじゃない、全然かっこよくないし、例えばね、私が好きじゃないタイプだった時は私は気持ち悪いと思います。なんで、私とあなた今日初めて会った、知らないよ。いや、お母さんはこの店来たことあるから知ってる、あなたと店の人知ってるけど、私とあなたは知らない関係でしょ。なんで敬語で話さないの？なんで敬語使わなかったら私ととっても近い関係みたいでしょ。気持ち悪いよ。私の近くに来ないで。私あなたのあなたと友達になりたくない。やだ。タイプじゃない思います。うわー難しいわ、ちょっとって思いますよね。だからそう考えると、これ今は相手、男の人、私から見て好きなタイプの男の人か嫌いなタイプの男の人かで気持ち悪いか嬉しいかが決まったけど、これね、相手がね、私から見て女の人でも同じかもしれない。私が好きなタイプの女性が、敬語使わないで話してくれたら私結構嬉しい。この人素敵な女の人だな、私も将来こんな素敵な人になりたいな、で私とすごく近い関係みたいに話してくれる、嬉しいなと思ってはいはいって聞くけど、全然好きじゃないタイプの女の人だったら気持ち悪い、近くに来ないでください、もう話聞きたくないです、遠く行ってくださいって思う。そうですね。ってことは、これは私たちは敬語を使うべきか使わなくてもいいかだったら、そうですね、結論、最後の結果はこれは使った方がいいと思います。そうってね、使っといた方がいいです。皆さんもうよくわかんないと思ったら敬語を使っといたら問題ない。だけど敬語を使うけど話す内容がさっきみたいに、僕は高校生の時サッカーばっかりやっていたよ、楽しかったよっていうのを敬語で言うだけ。高校生の時サッカーばっかり毎日やってたんですよ、だから全然勉強してなかったんですよ、ダメですよね。オッケーオッケーオッケー、いいです、すごくいいです、印象がいいです、インプレッションがいい。それだったら話し方ですね。その敬語を使ってるけど内容はとても自分のことを話してくれていて、いいな、楽しいなって思う。自分のことを話してくれてるということは心の中とかを見せてくれていると考える。だから嬉しい。いいです。ですので、
みんなも、敬語を使って話して、で、あとは話す時の声も優しく話す。あ、そうなんですか。いいですね。じゃなくて、そうなんですか。いいですね。全然違いますよね。今の2つ。そうですか。いいですね。そうですか。いいですね。全然違う。だから優しくこう心を込めては入れてです。入れて話せば敬語でいいから。そうすればとても印象がいい。インプレッションがいいです。はい。ですので皆さんにおすすめするのは敬語で話すことです。相手が子供でも敬語で優しく笑いながら話してあげる。そしたら問題ないです。そしたら子供はこの人は自分のことを子供だ、下の人だ、弱い人だ、下の関係だと思ってない。大人と同じように話してくれる。嬉しい。自分のことをバカにしていないんだっていうふうに思うはずだから嬉しいと思います。そうだから私はみんな敬語で話すことをお勧めします。はい。では私もそうしてます。できるだけ。赤ちゃんだったらちょっと無理ですけどね。相手赤ちゃんだったら、何歳ですかちょっと無理。はい。何歳赤ちゃんはまだ言葉わかんないからよく。そうだからだけど6歳くらいだったらもうわかりますから、子供は。はい。もうペラペラです。本当にもうスーパーペラペラです。はい。いろんな言葉知ってますから敬語で大丈夫だと思います。でも優しく。何歳ですか？6歳ですか？かわいいですね。大丈夫。それでいい。大丈夫。それで。はい。それを聞いているお父さんお母さんも何も言わないと思います。はい。ねえ。これはみんなの国はどうですかね。ぜひ知りたい。特に敬語を使う国はどうかな。教えてください。はい、でした、長くなりましたが皆さんすごい聞いてくださってありがとうございます。このようにですね、日本人たちもここは敬語を使った方がいいのかな、どっちかなって結構悩んでますよ、意外と。はい。わかんないなっていうの。はい。ですので、敬語は外国人の皆さんにとって難しいだけじゃなくて日本人にとっても難しいものです。はい。相手とのリレーションシップ、関係がどういう関係かというのがすごく大事になります。ポイントですね。はい。ですので、この夫婦の喧嘩の時ね、敬語を使うというのももしよかったら見てない人どうぞ見てみてください。はい。じゃあ、こういう敬語についてとかね、この敬語については特にビジネスではもうよく使うので、私はビジネス日本語っていう Zoom の授業をやってます。そこではもういっぱいこの時はこうやって言ってくださいねって、それを言わないとお客様がとっても怒りますとか、反対にその敬語は丁寧すぎます、ダメです、そんな丁寧な言葉を使っちゃ反対に良くないっていうのがいろいろあって、そういうのもZoom の授業でビジネス日本語でやってます。はい。よかったら一緒に勉強しましょう。そして、私はオンラインレッスン他にもやっています。それも Zoom の授業とビデオレッスン2つあります。はい。簡単に今紹介します。JLPT の勉強、JLPT の試験の勉強したい人たくさんいらっしゃいますね。その人たちのために読解リーディングの勉強のビデオを作っています。もうあります。はい。それは N1 と N2 のためのビデオがあります。はい。長い読解読むの分かんないという人は、長文のやり方のビデオどうぞおすすめです。はい。あとは、中文のビデオ、もう少し短い
ビデオ短い読解問題ですね。そっちの方はこれもすごく大事なんですね、合格するためには。はい、でそのビデオの中では、中文の問題どうやればいいですかという説明と、もう読解で合格するにはどうすればいいかの説明してます。よく読解だけできないって人はとても多いですね。文法語彙漢字かな、あと聴解、他はできるのに読解だけできなくて合格できないですという人が多いですね。その人はこれ見た方がいいです。この中文のやり方のビデオの中に、そのビデオが入ってます。どうやったら読解は合格しやすくなりますという説明したのがあるので、これがおすすめです。はい、よかったらどうぞ。だから、N1 の読解のビデオは3つあります。はい、N2 の方も同じです。はい、考え方は同じ、3つの、ビデオ読解ビデオがありますので、好きなビデオからどうぞ入ってください、使ってください。そして、ビジネス日本語のクラス、これは Zoom です。Zoom の授業をやってます。Zoom は皆さんと Zoom で話しながら授業をします。はい、もう一回、こっちのビデオレッスンは皆さんの好きな時、自分が時間がある時、いつでも見られます。はい、何回でも見られますので、はい、これは忙しい人、本当日本と時間が合いませんとかね、アメリカの人とかカナダの人とかにはいいと思います。はい。で、ビジネス日本語はZoom だからリアルタイムで私と話しながら勉強しましょう。はい、楽しいですよ。難しいんだけど楽しい。みんないつも敬語の問題よりその敬語の文化の方に結構みんなびっくりしてます。へえ、ここで敬語なんですねみたいな、こういう人間の関係だから敬語を使うし、この時は使わない方がいいんですね、使わない方がいいというのがありますから、使うと関係が遠すぎるようになってしまうからですね。そういうのもビジネス日本語で勉強してます。はい、今はビジネス電話です。電話は難しい。はい、これ日本人にも本当に難しい。電話のかけ方、受け方、答え方、はい、練習してます。そしてもう一つは、3月の24日ですよね。次の授業は3月24日だったと思います。今チェックします。その時は履歴書じゃなくて、ごめんなさい、面接、会社に入りたいです。その時の面接とテストがあります。インタビューです。インタビュー、その練習してます。はい、3月24日です。はい、会社入りたいです、テストの練習したいですという人、一緒にやりましょう。こういう質問されやすいです、だから準備しましょうとか、そういうの、あとはその答え方はちょっと良くないですとか、いろいろアドバイスします。はい、もちろん日本の会社入りたい人がいいけど、すごく興味があるとか、将来入りたいと思ってるという人でももちろんどうぞ一緒に勉強しましょう。やっぱりね、面白いと思いますよ。これ文化だ、もう。はい、日本の文化が少し見えると思います。ってね、はい、よかったら来てください。授業の時間も学生さんが増えれば増えるほど時間が長くなりますから、ぜひよかったら来てください。お願いします。そして会話の練習、こっちは N3 合格しましたぐらいの人からぜひ来てください。こっちはですね、デスマスを使わない話し方を練習しましょう。はい、だから敬語を使わないで話す話し方です。これ学校ではあんまり練習できない、はい、練習しないですね。だから難しいんです。友達と話すのって結構難しいので、その練習します。はい、よかったら来てください。だけどそれだけじゃないんです。これ、デスマス使った綺麗な言い方も勉強します。だからどっちも勉強できるので結構いいと思いますよ。話すの上手になりたい人、ぜひぜひ来てください。そしてプライベートレッスンもしています。これは皆さんの勉強したいことを何でも教えます。 JLPT のリーディング、読解も OK、 会話の練習いいですよ、 EJU の勉強いいですよ、何でもどうぞ。はい、漢字の勉強とか JLPT のテストの勉強とか OK、 はい、
レベルはN5 から N1 までどのレベルの人でも私教えます。はい、一緒に勉強しませんか？楽しいですよ。はい、そうですね。なんだろう。楽しいですね。はい、一言言うと楽しいです。あと1回だけ授業に来たい人 OK です。もちろんです。私嬉しいです。はい、YouTube だと皆さんの顔が見えない、寂しいんです私。はい、だから Zoom で皆さんの顔を見ながら話して勉強できたら本当に私嬉しいし、はい、楽しいし、ぜひ皆さんをサポートしますので、ぜひぜひ一緒に勉強しましょう。はい、じゃあ、ビジネス日本語会話練習プライベートレッスンですね。この全部、ビデオレッスンも、読解ですね、 JLPT の読解も全部オンラインレッスンです。これ世界中の皆さん誰でも入れます。インターネットがあればどこにいても私と勉強できますから、ビデオレッスンもそうです。はい、どこの人も OK ですから、ぜひぜひ一緒に勉強しましょう。このオンラインレッスンのリンク、申し込みのリンクは下に書いておきます。今日のビデオの下のところ、コメントのところとかに書いておきます。はい、そこ見てください。お願いします。そして私の X、Twitter あります。はい、このリンクも下に書いておきます。どうぞよろしくお願いします。皆さんにいろいろ連絡します。こういうことやりますとか、ビデオ YouTube ビデオありますよ、作りましたよとか、はい、クラス作りますよとか、みんなでキャンプしましょうとか、ライブやりますよとか、はい、どうぞお願いします。 Twitter です。 Twitter？X ですね。はいですね。はい、じゃあ皆さんそろそろ日本は桜が咲く頃です。はい、今日の日本は寒いんですが、この寒い時のを超えてその後に寒い時がないと桜は綺麗に咲きません。はい、だからこれはいいことなんですね。そうですから皆さんにとっても寒くて大変な時、今は冬だ、自分の心は冬だという時あっても、次は絶対春が来ます。そうだから今頑張りましょう。そしたら皆さんの花が咲きます。はいね。ということで、皆さんぜひ、桜を楽しみに待ちましょう。はい、そして皆さんの敬語問題、はい、ぜひ教えてください。楽しみにしてます。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。